こんにちは。今回の動画ではこれを減らせば7割片付くたった一つのものをご紹介します。このチャンネルでは元雑貨好きマキシマリストの私が物事執着を手放してミニマムな心地よい暮らしを目指して整えていくチャンネルです。7割片付くたった一つのもの、それは布です。物が多かった頃の私もそうですが、家族のもので散らかる原因になっている多くは布だと感じています。今からあげる布物は寒い時にあったら良いなと思うものばかりです。寒い日が続いていますが、1年のうち本当に寒い時期も 3,4 ヶ月程度です。あれば便利ですが、なければ一気に部屋が片付いて埃がたまらず掃除も楽になります。一気に7割減らしたい方、減らしているのになかなか片付かない方、何から片付けたらよいかわからない方はぜひ最後までご覧ください。これを減らせば7割片付く布。一つ目、洋服。整理するのが一番難しいものではありますが、片付けたいなら服を減らすことが一番の近道だと思います。生活雑貨やインテリアに興味がない人でも毎日着る洋服は興味を持って選ぶ人が多いと思います。私はお金に余裕がなかった頃はバリエーションが多い方がおしゃれになれると思い込んでいたので、安い服をたくさん買うことの方が優先順位も高かったです。そんな一人当たりの所有量が多い洋服ですから、4人家族なら服を減らすだけで布の総量が一気に減ります。服が少なければ掃除のハードルも下がりますし、管理の手間も省けます。ほこりもたまりにくくなるはずです。布すべてに言えることですが、寒いと服も増えがちです。寒いからと暖かそうなニットやスウェットを買ってもさほど暖かくなかったり、かさばって動きにくくなることも多いです。寒い時に服を多く持ちすぎないためには、ヒートテックなどの体に密着するインナーを着用したり、コートの中に着られる軽いインナーダウンなどを使用すると服の数を増やさずに済みます。これさえ減らせば7割片付く布。マット類。玄関マット、キッチンマット、トイレマットなどのマット類は汚れがたまりやすいです。風水的に玄関マットはあった方が良いと言われていますが、まめに洗濯しなければ運気も下がるはずです。インテリアを変えたいと思った時に、家具は高いですが、マットやファブリックが手に取りやすい価格帯で買った経験があります。ですが、そういった布類はあればあるほど手間がかかります。場所も取らないようで、しまうスペースを取ったり、視覚的にも散らかりやすいです。例えば北欧風のおしゃれな柄のマットだとしても、よっぽどの上級者でなければ、それを活かしておしゃれなインテリアを楽しむのは難しいです。私のようにセンスがなくてもインテリアは楽しむことはできます。それには何かを増やすのではなくて、まずは減らすことをお勧めします。これさえ減らせば7割片付く布。3つ目、カーペット。マット同様、床面積を広く使うのがカーペットです。マットやカーペット、ラグがあれば暖かさやおしゃれな雰囲気になったりと良いこともありますが、冬だけ使えばしまっておくためのスペースが必要になります。敷くだけで床が白にできたり、価格も手頃で手軽にインテリアを楽しむことができますが、床に物を置いているのと同じです。掃除の時にはどかしたり、ワックスをかける時にも移動しなければなりません。上にテーブルを乗せればテーブルをどかさなければなりませんし、食べこぼしで汚れることもあります。カーペットがなければ床を拭くのも簡単です。
そうは言ってもという声が聞こえてきそうですが、一度ない状態を試してみると空気が変わります。雰囲気を変えたいなら布以外の掃除が簡単なタイルマットなどを取り入れた方が良さそうです。これさえ減らせば7割片付く布。4つ目、来客用の布団など。予備の布団も使うことが確定している布団なら良いですが、以前の私のように来客用とかいつか使うかもとなんとなく取ってあるなら不要かもしれません。布団があるだけでかさばって場所を取ります。できるだけ夏用とか冬用を持たずにオールシーズン使えるものにしておくと、しまっておくスペースもなくなります。布団は大きいので手放した時のスペースが大きいです。昔から取ってある布団だと柄物だったり、視界に入るだけでごちゃごちゃすることもあります。古い布団は湿気っていたりカビ臭くなったりすることも多いです。我が家はキャンプ用の布団を持っていますが、薄手でコンパクトになるものを使っています。来客用というよりは風邪などの時に別で寝るために使用をしています。これさえ減らせば7割片付く布。5つ目、毛布。毛布も使っているなら良いですが、余分に持っていたり使っていないなら見直すのが良いと思います。我が家は子供だけ電気毛布を使っています。私たち夫婦は羽毛布団のみで寝ています。以前は暖かいマットを使用していましたが、使用していない期間にかなりかさばるのと、コインランドリーなどに持っていくのが面倒でした。羽毛布団があれば最初は寒くても自分の体温で暖かさを保ってくれるので、朝まで暖かく寝られています。押し入れがあると寝具があるのが当たり前になって、なんとなくでしまってあることも多いので、布団や毛布など使っていないものがあれば整理すると一気に大きいスペースができるはずです。これさえ減らせば7割片付く布。6つ目、スリッパ。スリッパも布です。私と主人はスリッパを持っていますが、子供たち用はありません。去年は家族全員分用意をしましたが、子供たちはほとんど履きませんでした。冬の間、毎日履いた私と夫のスリッパは洗えるものを使用しましたが、毎日履くものなのでほとんど洗うことがなかったです。布製のスリッパは履くだけで汚くなってしまうので、長く使うならバブーシュなどの革製のものがおすすめです。子供たちのスリッパはしまい込んだら履かなくなってしまうからと、ファイルボックスに入れて玄関に置いていましたが、使ってもいないのに置いてあるだけでホコリっぽくなっていました。スリッパも床に置くものが増えるので、毎日履かないならない方が清潔です。これさえ減らせば7割片付く布。7つ目、布のソファー。我が家は以前布製のソファーを使っていました。布のソファーはカバーが洗えるから良いと思っていましたが、何かをこぼしたら染み込んでしまいますし、取り外して取り付けるのも一苦労でした。一体型でなければ隙間にホコリや髪の毛が入り込んで取りにくいこともありました。汚れてしまった布のソファーを子育てが終わるまではどうせ汚してしまうからと、そのまま使い続けてしまうことがありますが、大きなソファーは毎日使うものですし、視界に入ってきます。汚れてしまっているならいっそのこと手放してない状態の方が心地が良いことも多いです。洗濯の手間が増えることはイライラの原因にもなるので、ない方がストレスもたまりにくかったです。これさえ減らせば7割片付く布。8つ目、膝掛け。膝掛けって冬になると欲しくなりませんか？以前の私はそうでした。手頃で北欧の雰囲気が手に入る気がしていて、あるだけで私はそっち系ですと言わんばかりに持っていましたが、
立って家事をしていることの方が多くて、結局膝掛けを使うことは少なかったです。今は在宅で座って作業をすることも多いですが、膝掛けは使わずヒートテックを着てスリッパを履いています。それでも寒い時は手持ちのインナーダウンを着ていますが、作業もしやすいですし管理も楽です。これさえ減らせば7割片付く布。9つ目、ぬいぐるみ。ぬいぐるみも布です。あるだけでほこりっぽくなったり、視覚的にも雑多な印象になりがちです。我が家も子供が好きで持っていた時期もありますが、ぬいぐるみは大きくてかさばります。きちんと並んでいなければ散らかっているようにしか見えないことが多いです。子供のものなので勝手に減らすことはしませんが、数を決めて増えたら見直すということをしていました。ぬいぐるみやクッションはベッドに並べていると可愛いですが、掃除の手間は確実に増えます。ないと落ち着かないということでなければ、定期的に見直してみるのがおすすめです。いかがでしたか？今回の動画では、これさえ減らせば7割片付くたった一つのものをお伝えしました。布を手放すことをお勧めしたいわけではありません。生活しているとどうしても増えやすいのが布です。布が増えると必ず洗濯や乾燥の手間が増えます。布は畳むこともできますが、厚みがあってかさばって大きな面積を取るものもあります。布自体を減らすことができると、一気に片付いて家の空気が変わるので、一気に減らしたいという方は意識的に布を減らしてみるのがおすすめです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。